はい、皆さんこんにちは、リオです。ですね、今回のゲストがですね、香港で商社を経営している田坂さん、よろしくお願いします。田坂です。よろしくお願いします。はい、で、今日田坂さんにはですね、仕事の話しようと思ったんですが、実は田坂さんが皆さんに伝えたいことがあってですね、歌手、シンガーソングライターのあいみょんさんの大ファンなんですね。まあそうですね、もう2年以上前から、はい、もっと前かな、香港に来た、香港に2年前に来た時もあいみょん言ってたんですけど、ほぼ10人、20人ぐらい言っても日本人の人ですよ、もう誰も知らない、何その人って。ギャル系とか、あれは韓国の出身のシンガーの人ですかとか、何ですかそれって言って、まあ毎回相手にされなかったです、2年以上前は。で、私は実はすごくあいみょんっていいんですよと、当時マルゴールド出る前ぐらいの時なんです。もちろん知られてませんから、みんな無視してます。で、私がひたすら訴えても、ほとんど無視な状態だったんです。あいみょんがあんまりメジャーじゃない時からそのファンだったということですか。きっかけは何だったんですか。で、実はあいみょん知ったのは2017年の「君はロック聴かない」っていう YouTube で出たんですけど、それを見てすごく昭和的ないい歌だなと思って、この人なんかセンスあるかなっていう感じでこう YouTube を見てたんですね。君はロック聴かないはもうメジャーデビューしてますから、メジャーの3枚目のシングルなんですけど、それ前のインディーズ時代の2015年、16年のインディーズでミニアルバム出してますが、それを聴いたんですよ。そしたらもう衝撃を受けまして、私昔尾崎豊のファンだったんですけど、人生で2回目の衝撃です。2度目の衝撃電気が走ったとかですか。いやもうそういうのだし、曲聴いてすぐじゃないですか。彼女の曲っていうのは全てガムを噛んだように染み込んでくるんですよ。だから1回聴いたんではほんっていう感じなんですけど。声ですか。いや違います。違います。歌詞なんです。あいみょんは多分本人も言っておられると思いますけど、歌詞が重要なんです。もうまずは歌詞です。メロディーはもちろん素晴らしいです。ただしメロディー1回聴いたか2回聴いてもこんなもんっていう感じなんです。僕はそうだった。でも何回も10回以上聴くとすごい歌詞書いてるじゃんっていうような、それでまさに来た歌詞ってどんな歌詞だったんですか。いやもうシネもそうですよね。あと15、6歳で作った「ほろ酔い」とか、それからいっぱいありますけど「分かってくれよ」とか「19歳になりたくない」とか、あといっぱいあります。その衝撃の出会いがあってまるまるちゃんなんかもそうですよね。その出会いがあってからそのあいみょんをずっと応援し続けて、そうですね。それからあいみょんがブレイクしてきたと。それともう一つがあるんです。私は実は2014年5年ってこの頃5、6年前って私ほとんど大阪よく出張行ってたんですけど、新阪急ホテルに泊まるんですよ、梅田のね。でそこに常に泊まってたんですけど、月に必ず1回4、5日泊まってました。たらちょうどやっぱり夜の後路上ライブをやってる方多いんですよ。本当によく見ました。その中にあいみょんだったっていうのは確信はないんですけど、私はカバー曲よりもオリジナル曲で路上ライブやってる方っていうのをすごく応援したくて、すごい自分の曲で勝負してる。で自分の曲で勝負するということは人が来ないんですよ。まずカバー曲の方が人が集まるんですね。でもそれをめげずに自分でオリジナル曲をやってる人っていうのはすごいなと思って何人かいましたので、その中にあいみょんは絶対いたと思ってるんですよ。でだからもうあいみょんには多分2014年か15年会ってると、15年だと思いますけど、15年16年と路上やっておられましたので会ってると。で確定ではないんですけども何回もいっぱい見てますね、いろんな方。でその17年に「君はロック聴かない」を聞いて、であいみょん多分路上大阪の梅田のとこであったっていうかすれ違ったし、ホテルの窓からも聞こえてましたの、夜しょっちゅう。だから多分ですけどすれ違ってるんじゃないかな。もうそのあいみょんのファンとしてももう筋金が入ってる。そういうことです。だからマリーゴールド出る前にもう感激してて「あいみょんあいみょん」って言ってたら、みんな社員の方とか私の周りの方が頭おかしいんじゃないかっていうふうに思われたんですけども、結局マリーゴールド出て、それから皆さん知ってるようにマリーゴールドから春の日ですよね。マリーゴールド終わってから紅白、紅白終わって2月には武道館、それから武道館の次は春の日、それから今年になったらゼロのですねニュースのソング
エンディングソング、はい、それからキリンのグリーンラベルの CM、はい、で最近では裸の心で、はい、パスタがあると美味しいパスタがあると聞くっていう、はい、アルバムをリリースして、はい、超人気。この1年間マリーゴールド以外はもうみんな知らない人いないんじゃないかと思うんですけど、はい、その前に私はあいみょん言ってたんですけど、ほとんど誰も相手にしなくて、私の周りの人がですねそれで、はい、やっぱりほら私言った通りになったじゃないか。だからあいみょんのすごいところは、はい、有名になっても、はい、まず原点を忘れないこと、はい、それが一番私があいみょん好きな理由なんですけど、その数年前にあいみょんとその出会いがあって、衝撃が走って、でそこから聴き続けて、やっぱりもう今も相変わらずその力、テサさんがあいみょんにかける情熱っていうのは変わってないんですか？変わってませんね。どんどん、はい、情熱が燃えていってます。燃えていってそうですか。仕事もねかなり一生懸命してるけど、なんかいつもとはまたちょっと違った。仕事はもう本当に辛いんですけど、はい、この最近では、はい、あいみょんファンになって、はい、3年でしょうけど、はい、それぐらいそれからもうあいみょん仕事嫌な時は、はい、あいみょんの歌聴いて、はい、心を落ち着かせてると。でもテサさんの生活の一部にもうあいみょんが入ってます。完璧に入ってます入ってます。毎日なんかあいみょんのこと見てます。で彼女の素晴らしいのは、ちょっといいですか？いいですよ。ルックスとか最初のあいみょんの、マリーゴールド出てから好きになった人ってあまりあいみょんのことをわからないですけど、実は私社員にも言ってるんですけど、その人の、育ってきた人柄、つまり履歴です、どういう待遇でこう来たのかっていうのはすごい重要で、大きな話で歴史でいうと日本史とか、世界史とか、日本でいうと大きな話は明治維新とか、そういうとこ歴史を知らないで、あいみょんって言っててもねどうしても飽きちゃうんです。で飽きない一番のポイントは、必ずその人のヒストリーを知るということ。そしたらもう絶対に飽きません。あいみょんの今までの歴史ですね。そうですね。生きてきたヒストリーを学んで、彼女はまず飾らない性格です。それで全ていろんなことをプライベートも言います。で家族をもう家族愛も強いです。それからファンにもすごく、こんなに有名になっても常にファンのことを考えて言ってます。で謙虚です。で謙虚ですから、やはり選ぶらない、これがあんな有名になってもいいなと。で、彼女の歩んできた今までのヒストリーって言いますと、2015年に彼女はインディーズデビューをしてますが、その時に「シネ」という、ちょっと省略しましたけど「シネ」という曲でインディーデビューしました。で「卵」っていうミニアルバムを出して、その後同じ年のエンドに2015年エンドに憎まれっ子この憎まれっ子ようはばかるですね、っていう曲を出して、で私はもうそのインディーズ時代の曲、この卵とこのはばかるのですね曲が本当に好きで、もうまずマリーゴールドの前にそれをもうすごく素晴らしいこの書いてる内容が。ということで、ファンになったんで、彼女が原点を忘れない限りは私はもう永遠に追い続けます。だからマリーゴール以降じゃないんですよ。その前が重要なんです。で彼女はすごい苦労した。彼女よくインタビューで言われるんですけど、紅白出てすごい勢いで2年か3年でもう紅白ですねって言われるとすごく嫌がってるんですよね。それはこんなに簡単に自分はトップになったんじゃないと。で私はよく知ってます。今は YouTube でも見れますけども、やはり路上をして、で路上した時に、彼女の路上でのお客さんっていうのは 2,3 人だとか、ほんと 4,5 人とか、あるいはライブハウスでも家族しか来ないとか、ほんのお客さん 3,4 人とかで、お客さんでも渋谷で路上してた時はカップルはキスをしてたとか、だからライブハウスでも高校生とか分かりませんけど、そのお客さんがリップクリームを貼って全然あいみょんの声聞いてないとか、そういう時代をすごく苦しい時代
ヒットソングが出せなくて、苦労してる時が、2年ぐらいありました、で、メジャーデビューしてから徐々にですけど、彼女のターニングポイントはやっぱり「君はロック聴かない」ここからが爆発しましたけど、全国的に知られたのはマリーゴールドですね、それは2018年です、で、当時はですね、彼女はお金なくて夜行バスってそういう夜行バスっていう曲もありますけども、ギター抱えて、東京大阪東京っていうのを夜行バスで新幹線で行くなんか考えられなかったと、でお金もないから100円ショップで買ったりですね、そういう生活です。でも彼女はすごいのは、私が共感できるのは何でもしたと、できることを何でもしましたと、でやっとこの今の、紅白で出た時はターミングポイントでしょうけど、出れたんですと。だから何もしないで偶然にこう上がってきたんじゃないと、もう、最初は地獄の苦しみを味わってやってきたんだ、そこがあいみょんのすごい、そこを皆さん分かってくれないとあいみょんがなぜすごいかっていうのは理解できない。その後何かヒット曲がなくなった時にはもうファンでなくなっちゃうと思うんです。で私は永遠に原点を覚えてますから、あいみょんの原点が変わらない限りは、彼女は変わっていいんです。彼女はどんどん成長していくために変わってもいい。でも彼女はそこの原点を必ず覚えてくれたら、例えばファンに対して選ぶらないとか、彼女今ずっとそうですけども、そういうとこは素晴らしいなと思う。だから私はついていきます。わかりました。で、タさん今日の格好ってね、何ですか、その8番機、これはあいみょんグッズですか？そうですね、あいみょんグッズは私、もう50種類もっと持ってるかな、50種類持ってますけど、その指輪もそうですか？これはもうコンサート行く時にライトつけるんですけど、実はこっちの指輪もですね、実は結婚指輪も何でもなしで、これあいみょん、私ちょっと会社をしてて、去年あいみょんに誓ったことは自分だけですよ。あいみょんに言ってませんけど、言えないですよね。でも自分に誓って、うち私会社の代表してるんですけど、香港で。で、何を目標にするかと、簡単に言えばあいみょんになれると。で、一流になりたい。で、あいみょんもどんどんそう成長していて負けず嫌いですから、トップになるっていう彼女、それで成功した人ですけども、私にとってもあいみょん見習えということで、自分に対してですね、あいみょんになれ、つまり私の具体的な目標は香港で5年以内に上場すると、香港の上場する、それを一つ記録にしておきたいなと思って、この指輪はつけました。ここに中にはあいみょん、2019年11月と誓った日ですね。タサさんが勝手にあいみょんに誓った、勝手に誓ったんだ。そういう指輪してる。だからこれは情勢の関係全然ないです。これあいみょんの誓った指輪です。タサさんのその会社 TR の社税の中にもなんかそういうのが組み込まれてるんですか？そうですね、一応、うちの会社の社税っていうのは、確か朝鮮が勝利してで幸福というふうに入れてるんですけど、あります。これをですね、うちの社員って40人弱いるんですけど、何回か会議でうちの社税覚えてるって言ったら、なんか幸せとかもうあやふやなんですよ。何回の毎日見てるのにそれでも覚えられないかと、じゃあもうダメやと、これもっと考えないといけないと、私も社長としてですね、社員に浸透しないとあまりにもありすぎて、じゃあもう私は社員にこのバカ社長あいみょん基地があるとみんな社長は部下は言ってるんですよ、黙って私に聞こえてきますから、噂で、このバカ社長あいみょん基地がのバカ社長ってみんな女の子の社員とか言ってるわけですから、それを逆手にとって、じゃあいいじゃないか、そこまで私のことを覚えてるのはあいみょんバカ基地がというなら、私はそれをうまく使おうということで、社税にあいみょんを載せました。で正式に社税じゃないんですけど、サブタイトルして「お前らあいみょん目指せ」と、うちの社員ですね。どういう意味ですか、あいみょん目指せって言ったら、どういう意味ですか？一流になれという意味です。でそれをもう、でもそれでもまだ口でしょっちゅう去年まで言ってたんですけど、それでもまだピンとこない人がいるんで、もうついに標語として社税としてこう出しました。ちょっといいですかね、社税としてこれあいみょんのポスターなんですけど、ここにあいみょん目指せ、あと英語でも同じこと書いてます、中国語でも書いてます。うち日本人、それから英語、それから中国人いっぱいいますので、であいみょん目指せという意味はつまり
TR 一流になれと、一流になれのゴールはまずはさっき言いましたように香港の上場です、5年以内に。でこれをもうあいみょんを目指せで、これ意味わかるって言ったら下に書いてますように一流になれ、この一流になれの意味わかるって言ったら私たちの仕事でのゴールは香港で5年以内に上場すると、もうそこまではっきりここまで言えば分かるわけですよ、社員は。標語何って言ったらあいみょんですね。であいみょんって言うと、そうするとこういうふうに彼らは覚えてきます。でもともとやってたような挑戦だとか勝利だとか幸福って全然覚えないのでこれにしました。で、もちろんこれをうち事務所あるんですけど、香港それから深セン、上海、大阪、東京と、大阪、それから横浜ですね、全部に作りました、コピー。で同じポスター、これは私の机に事務所に全部事務所に飾るように飾ってるんですか。でもう朝鮮幸福、そういうような社税はもうとりあえずは形だけで、もうそれじゃあ全然浸透しませんので、あいみょん目指せと、こういうふうに簡単に覚えられるようにして、そしたら彼らは40人の社員はバカ社長、あいみょん基地があるバカ社長って言ってるんですけど、それが逆に言えば覚えよるわけですね。ということでそれを逆手にとって、こういう社税も作りました。あいみょんはあれですか、海外、香港に来たことっていうのはあるんですか。あいみょんのですね、海外履歴ですけど、私海外をメインにしてますので、一番最初あいみょんが海外に行ったのは台湾です。2017年、で台湾公演やってますけども、台湾公演の前に1か月前に台湾に会場の下見とか、それからあと台湾でのテレビとかラジオ局のインタビューをしてます。で1か月後に正式に台湾の公演をしてます。だから台湾2回行ってます。でその次に上海に2018行ってます。でそれはマリーゴールドの MV 撮影で行ってます、まずは。それからあとその MV 撮影の後に半年後ぐらいでしょうか、2019年かな、2019年には上海公演をやってます。ですから4回ですか。4回、台湾2回、上海2回、それから今年の1月にニュージーランドに行ってます。キリングリーンラベルのCM ありますよね。皆さん多分日本の方知ってると思います。あれはニュージーランドで撮りますので、撮影を。ですから5回行ってます。でぜひ香港でも一度来てほしいなと思いますが、香港でそのファンの集いみたいなものをなんか作りたいって。そうですね。実はですね、ファンがいないといくらトップシンガーの方でもファンがそこの地域にいないと来ても集まらないんですよ。当然知らない外国ですから、まず外国なんで。ですからまずはここを広げないといけない。台湾はすごい人気あって、もともとから。で上海も人気あったんです。である程度集客が見込めるということで海外公演されたんですけど、香港の場合はまだそんな浸透してません。で私は香港でひたすらハイミョンって発信してますけど、まず発信してるんですか。知らない人はまだ多いですね。で若い方はマリーゴールドとか有名な曲は知ってますね。ただ私今回の出させてもらって言いたいのは、あいみょんの昔からの曲を聴いてください。インディーズ時代から。そうするとファンをやめれなくなりますから。マリーゴールドとか有名な曲だけ知ってたら、後であいみょんがヒットしない曲が出てちゃった時にはもうファンが離れちゃいます。それだったら彼女の素晴らしいところはやはり歌詞だったり昔の苦労した時代、そこが一番の原点です。そこが一番言いたいですね。そうすると田佐さんがこれからこの香港の中でもですね、あいみょんを広めていって、でね、あいみょんを香港公演みたいに呼べればすごくいいですね。そうですね。私が香港中心になってあいみょん講演会みたいな、香港ですね。香港講演会みたいな、香港での非公式のファンクラブですね。日本には AIM という正式なファンクラブありますから、香港で非公式を作って、みんなあいみょん好きな人をちょっと集まってどれぐらいいるかなっていうので調査して、ある程度の人数ができたらあいみょんの方のスタッフの方に正式に香港これぐらいの規模ですよっていうことで言いたいなと。それはかなりそれでこちら
なんですか、コンサート開くとか、まあそうですね、なんかできればいいですね。そうですね、ぜひ来ていただきたいですね、台湾、上海とやっておられますから、私、上海も行きましたし、あいみょんのコンサートも4回行ってますので、上海公演は行きました、で日本公演も3回行きました、で香港にいても、あいみょんのチケット取れたら、必ずもう香港から直接その会場の向かって飛行機に、大阪、神戸と大阪と横浜出てましたけども、全部そのまま向かって、どうやってももう仕事一番優先なんですけど、もちろん代表してますから、でもそれよりも優先もあいみょんのコンサートあったら、ちょっと皆さんに言って、あいみょんのことがあるんで、ちょっと仕事サボるよって言って、他はもう休みないんで。なるほど。で、もう一つ言いたいのは、一つ言わせてほしいですけど、あいみょんの最近出た、YouTuber の方で、あいみょんっていうことで、オーラとか出てるという番組もありまして、その方が、あいみょんって何ですかって、宇宙人ですって出てたんですね。あいみょんって宇宙人ですと、で私はそれちょっと反応させてほしいんですけど、あいみょんって宇宙人じゃないです、一番人間的です。これが理解してないと勘違いします。あいみょんのことを勘違いします。一番の原点は、彼女はすごく人間的です。家族も愛もあるし、それから静止感についてもすごく歌ってます。それからエロですね、それからセックスだとか、そういうような、エロ的なことも、春画とかですね、観音小説も好きなんで、そういうこともズバッと歌ってますけども、あと詩についても、詩ですね、題ですね、歌ってますし、静止感についても、恋愛についても歌ってます。で、全て、人間が避けて通れないことって全部そのまま歌ってるんですよ。で、宇宙人はすごく人間的なんです。で、彼女の性格もすごい人間的ですね、先ほど言いました、繰り返しませんけど、だから宇宙人って言ったら勘違いされます。宇宙人っていうのは今、あいみょんのマリーゴールド以来大ヒットして、すごく勢いでこの2年間のことを見て、すごいもう人間的じゃないねというような感じで宇宙人って言われたかもしれないですけど、実は全く反対で、あいみょんって超人間的です。一番人間的、そこだけ言わせてください。皆さん同意される方はぜひお願いします。ちゃんとあいみょんをこの6年間、それから彼女の中学高校までも私知ってますけど、どういうふうな活動されてたかということはね、でそこまで分かってたら一番それが分かってもらえるんじゃないかなと思います。いやー、もう田さんと結構長い付き合いでね、もう今何回お話ししたご飯だったかわかんないんですが、もう今日のすごい、いやー、田さんの今日の迫力にはちょっとびっくりしてですね、あとね、あいみょんの曲ってすごい言葉遊びがうまいんですよね。本当に言葉の韻も何回も踏んでますし、素晴らしい歌詞が。彼女多分本気でやったら作家ですね、作家にもなれるんじゃないかと思う。ただ本人は短い詩は物語は書けるけども、短い小説は書けるけども、長いのはやっぱり自分は無理だなとは言っておられますけど、本当にセンスも抜群なんで、作家にもなれるんじゃないかと思うぐらい素晴らしい言葉をいつも使って歌詞にしております。この言葉を理解しないで曲だけ理解してたんでは、あいみょんのファンでは続かないと思います。だからもうあいみょんのまずそのストーリーからまず入っていって、で古い時代の曲から聴いて、そうですね。でそのだんだん人気が出てきた曲もこう聴いていくと。そうですね。やっぱそれぐらい歌詞も重視してください。なかなかないと思いますから、静止感もとにかく詩、みんな嫌うんですけど、詩について、それはもうしょっちゅう歌で詩っていう歌を書いてますよね。そういう自殺のテーマもした曲も書いてますし、いろいろ書いて、本当にジャンルすごいです。で、彼女は男目線と女目線の曲って半々ぐらいであるんですね。ですからそこもすごいですし、彼女女性ですけど、その女性に対しての男目線で書いた曲って約半分弱持ってます。だからもうものすごい能力ですね。これは本当にちょっと語ったら、実は私朝まで語れるんです。いや、そう思います。で、これかなりもう絞って言ってるんですけど、全部言い切れませんけど、本当に素晴らしいなと思うので、飾らない性格ですから、今でもこんな忙しくてもファンにちゃんと投稿のですね、返事をしたりしてます。田さんがその中
コメントつけてそれに対しての私は毎回あいみょんに売ってますけど、まあ大体1万投稿とか出てきますので、それはもう無理ですよね、1万人相手にして返事するのはやっぱりその中の4、5人10人ぐらい選んで、まあ返事するしかないでしょうけど、まあそういうのは私は常に投稿しております。わかりました。まあちょっとね、今日ちょっと本当いろいろタカさんの新しい顔を見せてもらって、それでね、まだいい実はですね、あいみょんがとうち会社で私経営してるんですけど、ちょっと見習わないといけないなと、これは人生において彼女を見習って方がいいんじゃないかと思うことがあるので、ちょっと簡単に言います。で、彼女は最初がスターになったわけで、さっきも言いましたけど、すごく努力してます。できることは何でもやりました。例えば「オールナイトニッポン」なんかでもう出てますけど、今年もでもその4年か5年前は「オールナイトすっぽんぽん」っていうような番組を作って、これを一人で全部やりましたね。まあ当然中ちゃんっていうマネージャーも一緒にやられたんですけど、できることを何でもやってます。もう努力すごく、路上も嫌だったのをもう本当に泣きながらやってます。何回も彼女泣いてます。だからまずは努力です、それから2番目に彼女の人柄です。人柄、これが成功した一つのまた理由だと思うんですけども、すごく負けず嫌いで、それで目標に向かって常に時代に合わせて変化しながらも、原点は失わないで時代に変化しながらも常に、柔軟に、そして、すごく優しい、性格ですね。でその人柄、例えば選ばないですね。コンサートとかテレビとかでもすごい謙虚です。であと何でも一つですね、芸能人の方っていうとまあプライベートのこと言いたがらないんですけど、彼女全部大体オープンします。だからすごく皆さん見てたら分かるんです。彼女って、昔の人、友達関係とか全部分かっちゃいますね。それぐらいオープンで話されます。常に友達感覚で話してると、そういう人柄が2番目ですね。で3番目にですね、すごいセンス、これはもう当然なんですけど皆さん分かると思いますけど、超センスを持ってます。で彼女って曲を作ることだけでなしに本を読みますね。で本を読むのもすごい早い。それから絵もすごい得意なので、すごいうまいです。絵に画家になれるんじゃないかなぐらいに、音楽やらなかったら画家じゃできるんじゃないかなってぐらい絵うまいです。だから料理もうまいです。運動能力も高いですね。であと書道、字もすごい綺麗です。ですものすごい芸術とかそういうものに対してセンス抜群です。でこれちょっと余談になりますけども、彼女の島唄もお父さんやっておられたんですけど、怪奇島っていう、まあ上田さん、リオさん、鹿児島出身ですね。であいみょんと鹿児島で関係ないかっていうと2つありまして、彼女のずっと長年やっておられるマネージャー中ちゃんっていう人は鹿児島マネージャーの名前もしてるんですね。で彼女のおばあさんですね、出身は鹿児島県の海木島ですね。喜界島。ごめんなさい、喜界島ですね。奄美大島の隣ですね。でもこれ鹿児島県ですけども、文化は完璧に琉球、沖縄の方ですね。島唄で、お父さんなんかは島唄をずっとやられてたんで、その DNA も入ってるんじゃないかということですね。で何でも聞きます。あと一つですね、ちょっと話してるんですけど、あいみょんっていうですね、名前っていうのは、まるまるちゃんっていうのは中学3年生で、まるまるちゃんの友達がつけたんですけど、そんなにあなたが韓国 K-POP 好きなら韓国人の名前みたいなのつけてあげるって言ってあいみょんになった。つまり彼女フォークお父さんの影響でお母さんの影響もあって聞いてますが、それから歌謡曲も聴きます。それから洋楽も聴きます。マイケル・ジャクソンとか、それからビートルズなんかもやってる。それからさらに中学2年3年の時は K-POP、東方神起ですかね、そこにも越してたということで、もともとあいみょんのみょんは東方神起で韓国 K-POP が好きだからということであいみょんっていうのがなったということで、何でもジャンル聞いてます。だからこだわらないちょっと話いっぱいそれましたけどでだからあとその彼女の素晴らしいのは、そのルーツもね、その環境もあるし、家族も、それからルーツも喜界島ですよね。喜界島の島唄お父さんやっておられましたから、沖縄民謡も
かなり聴いてたんです、ちっちゃい頃から。だからすごい能力持ってます。いろいろなジャンルこだわってません。全てのジャンルを聴いてたと、洋楽も含めてですね。それから沖縄民謡も含めて、だからあれだけ素晴らしい、トップスターになったんだと思ってます。それから最後に、今4つ言いましたけど、最後の彼女で、やっぱりしたたかなんですね。ただそうやって才能だけあって全てそういうような4つ言いましたけども、それだけじゃなくて戦略も持ってます。これむやみやたらに頑張ってですね、みんな頑張りますから、頑張ってできたら何でもやることできてもその戦略がないんですね。で例えばマネージャーさんにしてもスタッフさんにしても、彼女女性ですから、やっぱり女性を集めて同じような年の人で常に話できて、どうやっていこう、この戦略をどうしていこう、この曲どうやって戦略しようというような戦略も持ってます。だから彼女を会社に例えると、本当あいみょんやってきたことをやれば、会社って成功するんじゃないかなと私は経営の立場から思ってるんですよ。だから田さんのPR の社製にそういうことですね。そこまで深く考えてる人はあんまりいないかもしれないですけども、実はそういうことなんですよね。いやいや、今日は本当、もう田さんのこの迫力のある。今回は全然質問されません。いやいや、もうなんかほとんど質問してませんけど、もっと質問してもらったらもっと答えられる。質問する時間がないぐらい、田さんそうですね。じゃあ本当ですね、第2弾やりましょう。まだ半分ぐらいしか言ってません。で、まだあと半分ぐらい話せるんですけども、時間の都合で第2弾を半分ぐらいしてやりましょう。で、りょうさんのYouTube の登録ですね。チャンネル登録です。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、すいません。ありがとうございます。どうもありがとうございました。